はい、皆さんこんにちは。セカンドチャンネルにホピ族の予言、チップちゃんの深掘り動画と、初のリスナーさんからの怖い体験談をラジオ風に動画にしたので、気になる方、チェックしてみてください。今日はちょっとホットな話題を紹介するんですけど、僕もリスナーさんから聞いて初めて知った、海外で今バズってる新たなぶっ飛んだ都市伝説。海外の掲示板、レディットに今月の動画投稿された、ほんとホットな話題なんですけど、Wayfair っていう海外の家具とかを取り扱っている通販サイトにこのような収納キャビネットが売られているんですね。若干ボロい感じには見えますけど、普通の家具とかを取り扱っているインテリアサイトなんですけど、ただよく見てみるとありえん価格帯がついていて、これとか日本円で言うと150万円ぐらいでしょうかね。これも140万とか、収納キャビネットが相場どれぐらいかわからないですけど、言うて多分数万円とかですよね。言っても10万はいかないと思いますよね。しかも商品名のところに商品とは関係のなさそうな、このように女性の名前が一つ一つ付けられているんです。ここで勘のいい人ならもうこの都市伝説の全部を理解したかと思います。わかりますかね。この都市伝説かなりダークなところに入っていきます。具体的にはちょっとね、規制がかかっちゃうので言えないんですけど、濁すと、もしかしてこれはこのサイトを使ってある売買をしてるんじゃないかと噂されているんです。皆さんも察してください。なんとなくわかりますよね。このスレッドが爆発的に伸びてみんな考察するようになったんですね。名前一つ一つを調べていくと、なんと最近失踪した行方不明者と一致することがどんどん分かっていったんです。このありえない価格帯と失踪者との名前の一致、ゾッとしますよね。アメリカでは年間80万人の行方不明者というデータがあるので、毎日2000人ぐらいが失踪していることになります。なのでそう考えると、失踪者とこの名前が一致しているのは不思議ではないですよね。2000人ぐらいだったらいろんな名前のバリエーションがあるので。ただこのサイトに書いてある名前がよく聞くような名前ではなく、ユニークなものが多いんですね。ネライヤとか、ヤリーツァとか、サミヤとか、聞いたことないような名前ばかり。もちろん実際にこの中に人がいるわけではなく、これ以外にもクッションとかもあるので、これはただのダミー商品で、この場をその売買のために使っているんじゃないかと、その情報を知っている人だけが取引している場所っていう感じですね。例えば実際に売買で売り上げた金額はもちろん犯罪なので申告はできないんですけど、それを収納ボックスの売り上げって言って、このデータを見せたら納得みたいな、マネーロンダリングみたいな感じですかね。資金洗浄です。ただこんなあからさまに取引しますかね。普通多分やらんでしょう。あまりにもこの都市伝説が短期間でバズったので、サイトの運営者が公式的にこれを否定してて、この収納キャビネットは高品質だからこの値段は妥当で商品名は修正しますみたいなことを公表したんですね。この通りの記述だと日本円だと本当に160万円ぐらいですからね。いくら高品質だとはいえね、160万の収納キャビネット買う人いますかね。しかも写真見る限り全然高品質に見えないし。一応このサイトはまともなサイトで普通に家具とか売ってはいるんですけど、一説ではこのアホみたいな金額は在庫切れになった時に在庫切れって表示したくないから、一時的にこのアホみたいなバカでかい誰も買わないような金額に設定して、入荷したらまた金額を元に戻すっていう商法が一応あるそうです。だとしてもなんで商品名に一つ一つ名前が付けられているのかは相変わらず謎ですよね。一応公式的にはこのまともな金額だというので、ただサイトの表記ミスだったんでしょうか。もうこちらのサイトからはこのキャビネットは削除されました。実際にこのサイトでその怪しげな売買が行われているのか行われていないのかは別として、悲しい現実ですが、世界では売買が行われているのは事実です。最近ニュースでも実際に見るので、そういった闇のところに光が当たり出しているのは事実ですよね。こちらはおそらくただのぶっ飛んだ都市伝説だと思うんですけど、たまにあるよね。1年に1回ぐらいこういったぶっ飛んだの出てきますよね。今日は科学系の都市伝説をいくつか紹介していくんですけど、みんなフリーエネルギーって知ってますよね。天才発明家ニコラ・テスラが発明しようとしていた地球と太陽の自然エネルギーを利用し電力を発生させ世界中に供給するという大プロジェクトです。実際に彼は宇宙船のエネルギーを生かしてそこから電力の発生に成功したと述べていました。石炭やガソリン、石油なんて使う必要がなく、そこら中にエネルギーはあるんだと。これと似た
た都市伝説が実は存在しているんです。オルフィレウスの永久運動機械。通常慣性の法則によると、外部からの力、働きがない限り物体は等加速度、直線運動、増加速度が一定にしかならないため、外部からのエネルギーを供給なしに運動を続ける装置は不可能だと考えられていました。18世紀にはいろんな発明家たちがこの止まることの知らない永久期間に取り掛かったんですけど、もちろん失敗に終わって、ただ実はこちら完成していたんじゃないかというお話があるんです。一度走り出したら永遠と止まることの知らない、まるで愛のように、はいはい、夢物語すぐ覚める。これを完成させたかもしれない人物がヨハン・エレンスト・エリアス・ベスラー、別名オルフィレウス。1680年生まれのオルフィレウスはドイツのゲーラという町に現れて永久機関を完成させたと発表しました。それは直径約2センチ、厚さ10センチの装置。1713年にはドラシュビッツという町に現れ、さらに大きい直径2メーター50センチ、厚さ15センチの装置を披露し、一度回転し出すと1分間に約50回回転し、重さ約20キロのものを持ち上げることができたそうです。ただ彼は結構傲慢な性格をしていたそうで、思いのほか一般の方からの受けは結構悪かったそうです。彼の噂を聞きつけ、数学者や哲学者、研究者たちが集まって永久機関がどんなものなのかみんな見に来たんですね。ゴットフリート・ライプニッツ、クリスチャン・ウルフ、ヨハネ・ベルヌーイなどなど。ただ毎回永久機関の全貌は見られないようにしていたんです。彼のアイディアが盗まれないようにと対策していたと。そんな中、ウィリアム・スプラフレっていう数学者はからくりを見抜くことができなかったと述べていました。1717年11月には機械をお城の部屋に閉じ込めて窓とドア全てを塞ぎ、手を加えられないようにと完全密閉にしました。数々の学者たちがその様子を監視し、2週間後扉を開けてみると、なんと永久機関は止まることなく回転し続けていたんです。約1分間に26回転。オルフィレウスはこの永久機関の仕組みを約2万ポンド、これ計算正しいかわからないですけど、今でいう約40億円ぐらいですかね、で売ると言い出したんです。とんでもない額ではありますけど、永久期間となるとここまでの金額が出てもおかしくはないんですかね。こちらに興味を持った方がいて、ピョートル一世はウィリアム・スプラスフラーにこの永久期間が本物なのかという調査をさせていたんです。それでウィリアムは車輪の構図とか色々調べてみたら、やっぱ外部からの力を受けずに活動していたようです。ってことは本物になりますよね。実際に彼はニュートンにそのことについて手紙も送っていました。ただなんとオルフィレウスはウィリアムが永久期間の秘密を金を支払わずに盗み取ろうとしているんじゃないかと勘違いし、永久期間を自分で壊してしまったそうです。公開しないとかならわかるけど、壊すかね普通。その10年後に再び機械を作ったんですけど、結局永久期間が完成していたのかしていないのかは謎のままなんです。ただその後興味深い情報が出てきて、1727年にオルフィレウス、ベスラーについていたメイドが、実はあの永久期間はメイド、ベスラーの妻、お兄ちゃん、そしてベスラー自身が代わり番号で隣の部屋から操作していたと公表しました。ずっと調査をしていたウィリアムはこのメイドの証言を信じず、ベスラーは確かに傲慢で怒りっぽい人だけどインチキではなかったと述べました。一応この機械の内部を見たことがあるのはカッセル法伯という方とオルフィレウス本人のみなんです。僕が物理学とか全然詳しくないから永久期間がどれだけすごいのか全然わからないんですけど、何かしらのからくりはあったんじゃないですかね。その全貌を明かさないあたりとか、なんかちょっと怪しいですよね。宇宙は本当不思議で満ち溢れてますよね。みんなの想像をはるかに優雅する展開。みんなも気づいてるかと思いますけど、今世の中で本当いろんなことが起きてますよね。SNS とか見るとね、いろんな方がね、やらかしてるのが、真面目な話すると、自然災害が本当多発してますよね。温暖化やら異常気象やらで騒がれて、地震とかも考えると、ここ最近の地球やばくねっていう流れ。天候と関連した災害は1980年が290件だったのに対して2014年は904件だったそうです。2018年中国で270キロの台風、そして竜巻、世界の平均降水量も上がっているそうで、ゲリラ豪雨という言葉はここ最近使われるようになりました。僕も電車乗るとゲリラゲリです。何なんですかね、電車の揺れなのかわかんないですけど、ルーティン化してる。乗るとなんか絶対で洪水も
も世界各地で今も九州方面では豪雨で被害が出ていますよね。その異常気象の原因が地球規模で起きている現象。地球には磁場が生じていて、太陽から降り注ぐ放射線から常に僕たちは守られています。コンパスを使えば北がどこなのかすぐわかりますよね。そんな N 極と S 極がぐるんと入れ替わる現象、ポールシフト。上と下が入れ替わるとか天平地位かよって感じですよね。ただこの現象は過去に何度も起きてて、100万年あたりに26回ペースで地磁気は逆転しているそうです。これ過去100万年と比べると5倍以上のペースだとか、いやスケールでかすぎて感覚つかめないですよね。週1から週5になる感じだと思います。過去に何度も逆転しまくってるんですね。300万年間の間に79回も逆転した時もあったそうですね。いやだから分かりづらいって。なんでこんなことが分かるのかというと、地球の外核にある液体が動くんですけど、その流れが磁場を動かすんですね。それが固まって石を調べてみるとはっきりと分かるそうです。なら最後にあったのはいつなのか。今から78万年前です。通常約25万年ごとに逆転するそうなんです。となるといつ逆転してもおかしくはないですよね。実際にここ最近北磁極が急スピードで移動しているらしく、20世紀半ばは1年で1キロも動かなかったんですけど、なんと2000年に入って毎年55キロほど移動しているそうです。この異常な行動、地磁気に関しては誰も予測することができないんですね。しかも一つ磁石みたいに北と南というのが一つあるわけじゃなくて、ポールシフトが起こるときこんな感じでナルトとサスケのバトルみたいに戦い合うので、その期間は地球の磁場が弱まるんです。そうなると地球を守る AT フィールドみたいなバリアが弱まって、宇宙から飛んでくる有害物質にさらされることになっちゃいます。もちろん人類はまだポールシフトを体験したことがないので、実際どんなことが起きるのか、どんな影響があるのか分かっていないんです。ただデータで見ると過去200年間に地球の磁場は 20% も弱くなっているそうで、そうすると僕たちの生活にも影響してきて、予測ではがん患者が増えたり、電波障害が起きて何日も電気が使えない社会がやってくるとか、動物は体内の磁気を利用して方向を感知するので、動物もパニック状態を起こしたり、飛行機は安全に飛行することができなくなるかもしれません。ただ先ほど言ったように地球は何度もポールシフトを経験しているので、その時生命どうなったのって思いますよね。 NASA 曰く磁場の変化により植物や動物の生活に劇的な変化は見られなかったと言います。本当？テクノロジーはバグるかもしれないけど、それ以外はあまり気にする必要がないんじゃないかと。ただ一瞬にして逆転するっていうことはおそらくなくて、1000年ぐらいかけて逆転するかと思われるので、そうなるとね、確かにあまり気にする必要はないんですかね。ただ異常気象などを考え出すと、やっぱね、何かしらのサイクルに入っているのか、あるいは変化の時なのかは間違いないですよね。皆さんどう思いますかね。このポールシフト、N 極と S 極がぐるっとね、逆転しちゃう現象、本当に起こり得るのか、起こったとしたらどういった生活の影響が出てくるのか。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。